プロオートの 43SR シリーズスピードコンビネーションレンチ。片側は12ポイントメガネが半分になったようなオープンエンドと言っていいのか、まあそんな形。もう片側は12ポイントメガネを引っ張ってこれまた半分山をなくしたような面白い形のレンチです。名前の通り早回しに特化したレンチとなります。オープンエンドみたいな側は見たまんまな使い方です。ボルトに対して適当にガッと押し当てて回していきます。メガネ側でいいのかな。こっち側も押し付けて使います。押し付けている間はネジが回り、レンチを手前に引くと六角から外れ、外側はツルツル。ネジにかかる部分がありませんので空転、送ることができます。面白いっすね。アイデア製品って感じ。レンチは台湾のホニトン OEM な様子です。外観は磨きの仕上げ。綺麗ともいまいちとも思いません。手にかかるバリなどはなく。片側は普通の刻印。もう反対はレーザーでしょうか。プロートさんのロゴが入っています。レーザー側はデコボコはしておりませんので指にかからず、たまに物足りないこともありますが、柄の形が一般的で、またかなり薄めな作りになってますので、手なじみは悪くない感じ。ハンドリングはいいですね。プロートさんのラインナップは日本車サイズと言われるものとなりますが、本家では1ミリ刻みでの販売があるようです。ただ、買える場所がないですね。ホニトン本家の製品、小売りしているところは残念ながら見つけられておりません。使ってみますと結構難しいです。有名なファコムの 40R シリーズに代表されるようなファストアクションレンチと使用感は異なります。プロートさんのは送るときは毎回ネジからレンチを浮かせて外す感じ。一応回す向きはあるんですかね。わかりませんが、どちらの方向でもネジにはかかりますので、当てたまま送ろうとしますと引っかかって送ることはできません。どちらかの顎を支点に送れないこともないですが、しばしば引っかかりますので難しいですね。それから、私が下手ということもありますが、ネジを回したつもりが実は全然回ってないということがあります。どういうことかと言いますと、まず前提の説明をさせていただきますが、このレンチ、オープン側もメガネ側も振り角は60度必要なのです。しっかりとネジを回すことができるのは60度ごと。12ポイントな形状ですから30度もしくは60度振ってラフにガチャガチャと早回しを考えていたのですが、振り角に関してはオープンエンド、普通のオープンエンドと変わりません。で、この12ポイントっぽい形状が少し難儀で、ネジにかけに行くときちゃんと60度振れたかどうかが分かりにくいのです。オープンエンドは60度振らないとそもそもネジにかからないのですが、これは30度振ればネジにはまってはくれます。この位置でもはまるし、そこから30度遅れた位置でもネジにははまります。しかしこちら側、遅れた位置ではネジを回すことはできないんです。普通のオープンエンドであれば、ネジにかかってさえくれればネジを回すことができますが、このスピードコンビレンチはネジにかかっても回らないかかり方というのがあるんです。これが結構ストレスで、例えば55度ぐらい振ってネジにかけに行きますと少し足りないですから30度の位置で収まる。で、結果回してみても回らない。レンチ振ったのにネジは全く回っていないということが起こります。結局、普通のオープンエンドのように表裏をひっくり返しながら使っています。オートバイ、車で8ミリ、10ミリを使ってみまして、確実性、かっちり感はないっすね。使い勝手も相応にラフなもの。私のオートバイで1箇所、どうしようもなく回しにくいボルト、8ミリの六角ボルトなのですがありまして、プロートさんのレンチを使ってみて、私の腕がないことが理由ではありますが、うまくいかないことが多く、残念ながら時間の短縮にはつながっておりません。ネジ周りにスペース余裕ありきが前提。で、道具の使い方を習得していて、上手に使いこなせば早回しにはつながりますが、狭いところで使っていると、慣れもあるのでしょうが、なかなか難しいレンチに感じています。それから、やはりというか、大きなトルクをかけることはできません。メーカーさんのフライヤーでは4点接触によりしっかり回せるとありますが、使い方が悪いのかトルクをかけるとネジから外れやすいです。
どこまでいけるのか、いつ外れるのかが全く不明瞭なので正直怖いです。普通のレンチで緩めて、でこのレンチに持ち替えてとなりますので、上手に使えたとしても時間の短縮につながるのかは何とも言えず、使うのが難しく感じてますのでストレスフリーにもなっていません。このレンチを手にする機会は私の場合少なくなってしまっています。どちらか片側が普通のメガネだったらとも思ったのですが、それだと個性がなさすぎるというか、他社のファストアクションに対して優位性がなくなるかなとも感じています。オートバイ、車の整備で特に小さなサイズ、作業を通してこれ1本というのはおすすめは難しいですね。対して、私は動画の撮影をするとき、単管を使って簡単な櫓を組むのですが、その作業に 17mm のこれを使っていまして、あまりトルクをかけないためか、最初から最後までとても手軽に作業ができてますので悪くないです。この作業ではネジからの外れやすさもあまり気にならず、パワーかけないって作業には使いやすいですね。主に使っているのはこちら側、オープンエンド側。メガネ側は正直使っておりません。15度のオフセットがつきますので、面に止まったボルトなど手のスペースが確保できて便利に使えることもありますが、縦長なボックスの形状がオートバイなどを触っているとなかなかに不便。ネジ周りに奥行きといいますか、工具を逃がすスペースが必要になりますので、そもそもネジにかからないことも多いのです。また、それをクリアしたとしても、オフセットから倒れのようなものを誘発しやすく、かっちりと使うのが難しいです。オープン側に比べてトルクをかけることができるのかもしれませんが、やってみた感じあまり変わらずといった印象。また、先に少し触れましたが、普通のメガネレンチに比べて振り角で見ますと60度、倍必要となることもいまいち。早回しでネジから外さずに作業ができるというのは、奥まった箇所、ネジを目視できない時なんかに良いのかもしれないですね。ただそうなると、60度振らないと使えないという部分がネガとしてのしかかってくるようにも感じています。プロオートの早回し特化レンチ 43SR。ちょっと使うのは難しいですが、ハマると使いやすい道具になると感じました。私は3サイズ買ってみて、うち1本大きめのサイズが便利に使えています。もしデモ機があったらぜひ触ってみていただきたいです。便利に使えるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!